今日は黒松盆栽の芽切りを行いたいと思います。まずこの芽切りとは何かっていうところなんですが、今年の春から伸びてきた新しい新芽を切ってしまうことを芽切りと言います。芽切りをする目的としては2つあります。1つは、盆栽として細かく枝ぶりを作っていく上では、植物の特性として1本の枝でまっすぐ伸びようとする力を止めることによって横から吹いてきた2番目を使ってどんどん枝分かれを促していく作業、まずこれが1つと、もう1つとしては松盆栽においてはサイズをとにかく小さく作るときに枝だけじゃなくてこの松の葉っぱが間延びしてるとすごくかっこ悪いので、これを短く詰まった綺麗な葉っぱの長さに揃える目的もあります。この芽切りを行う作業は盆栽のサイズによっても多少異なりますが、5月の下旬から遅くても7月の前半ぐらいまでには行います。今回はこれぐらいのサイズ、商品盆栽になると思うんですけど、これぐらいのサイズでしたら6月の下旬から7月の前半ぐらいまででいいと思います。まずこの芽切りの作業を行う上で大前提、その木が元気であることが一番大事です。木にとってもすごく負担のある作業になるので、3月の春の新芽が伸び始めた時期から肥料をたっぷり与えて、まずその木を元気にしてあげてください。その木がまず元気であるかどうかをしっかり見極めることも大事です。例えばこちらの木だったら今年の3月に植え替えを行ったので、植え替えによってのダメージが多少あるので新芽が伸びが悪いです。こちらの木と比べても分かるように新芽の伸びが悪いので、今年は芽切りは控えよう、こういう見極めはすごく大事になってきます。では早速切っていきたいと思います。通常であれば芽切り作業というのは弱い芽から切って5日から1週間ほど空けてから最後に強い芽を切るという時間差で作業を行うことが多いんですが、今回は一発切りといってこの1回の作業で全ての芽を切るという芽切りでいきたいと思います。ここが今年から伸び始めた新芽です。切るのはこの新芽を切ります。下に生えてる葉っぱは去年の古い葉っぱです。この切る新芽のハサミを入れる位置によって次に吹いてくる2番目の出るスピードをコントロールすることができます。どういうことかっていうと、例えば浅めにハサミを入れた場合は伝達が多少ここの分遅れるので2番目が吹いてくるスピードが遅れます。深めにハサミを入れた場合はここがもうないので伝達が早くすぐに2番目が吹いてくるので、強い芽と弱い芽をそこでコントロールすることも可能です。この芽は強く勢いがある芽なので少し浅め気味にハサミを入れたいと思います。この辺の位置で木は先端に行けば行くほど力が強くなるので強い芽も上に集まりがちです。で、逆にこの下の枝の方の芽が結構弱い芽があるので、そこはもう先ほどの切り方で調整して切っていきます。こういうような弱い芽に関しては深めに入れます。こうあまりにも弱い芽は芽切りしないでおくっていうのもある。
芽切りをした後の、去年もしくは一昨年の葉っぱが残っている状態なんですが、この葉っぱの数を減らすことをハス化しています。これをすることによって次出てくる新しい2番目がきれいに吹くように促してあげる作業になるので、これも非常に大事な作業です。早速行っていきましょう。まずこれ一昨年の葉っぱ、一番古い葉っぱが外側についてるんですけど、これはもうどんどん取ってっちゃいます。こんな感じです。これも取る。でこれが去年の葉っぱなんですけど、これもどんどん透かしていきます。こんな感じ。こうして全ての作業が終わりました。だいぶすっきりしたんじゃないかなと思うんですけど、松の盆栽のこの芽切り作業っていうのは、これを終えてから2番目が吹き出して、今年の夏以降かな、9、10、11月と伸びていきます。でちょうど冬の休眠期に盆栽が入る頃にきれいにその葉っぱがベストな状態で生え揃うっていうところが理想なんですけど、だいたいこの冬の展示会、特に国風展なんかに出されているような、名木は大品サイズから中品小品サイズとサイズが違うので、逆算してこの芽切り作業を行っているっていうことになるので、そんなことも意識しながら見てみるといいかもしれません。皆さんもぜひ自分がお持ちの盆栽を、この冬のベストな素晴らしい姿を想像しながら芽切り作業をぜひ行ってみてください。